時代は変わりました。エーテル時代のシュタイナー。皆さんこんにちは。私は普段 YouTube はドイツ語で話しているんですけれども、今回新たな試みとして日本語で話してみたいなと思ってカメラを回しています。このチャンネルではですね、私は一つすごく重要な意図がありまして、それは一番最初のビデオでお話ししているんですけれども、やはり今現代の意味においてルドルフ・シュタイナーを読むっていうことは結構そう簡単ではないのかなと思うんです。私たちは今21世紀を生きていますね。でシュタイナーが生きていたのは、19世紀の終わり頃から20世紀の初め、彼は1925年の3月30日に亡くなっています。彼の死後からかなりいろいろなことが変わりました。世の中や社会がかなり変わっています。彼は第二次世界大戦、太平洋戦争を経験せずに亡くなっています。で、シュタイナーは1930年半ばから40年代にかけて大変重要な、人類にとって大変重要な時期であると語っていたんですね。それはこれまでのビデオでもお話ししたように、エーテル界におけるキリストの出現っていうのがその時期に始まると予言していました。ですのでその時期は、彼にとってはものすごく重要な意味を持っている時期なはずなんですけれども、彼はもうその時期にはもうこの世を去っていまして亡くなってしまっていたんです。ですので実際に彼が大変重要視していたこの新たなキリストの出来事、第2のゴルゴタの秘儀と彼が称しているこの新しいキリストの出来事、それが起こると予言していた時期、その時期に彼はいなかったことで、私たちは彼にその課題を突きつけられているなと思うんです。いくら探してもルドルフ・シュタイナーはもう戻ってこないんですね。ルドルフ・シュタイナーっていうとてつもなく大きな存在、とてつもなく稀に見るっていうか大変オリジナリティあふれる、そして温かい現代的な秘技参入者、彼を頼りにする人は大変多かったと思うんですけれども、今でも彼を頼りにしていいと思います。私も頼りにはしているんですけれども、ただやはりそれでも彼はもういくら探しても実際にはこの世にはいない。で、彼というその人物はもう二度と戻ってこないんですね。でも彼はそのようにたくさんのことを私たちに残してくれていて、でその恩恵を私たちは受けているんです。ですので私は彼が残してくれたその予言の中でも最重要と言ってもいいようなこの予言の内容、第2のゴルゴタの秘儀が1930年半ばから40年にかけて起こる50年、1950年ぐらいまでの間にそれが人類的規模で始まると語っているんです。
ルドルフ・シュタイナーの精神科学に詳しい方なら皆さんご存知だと思いますけれども、シュタイナー教育、オイルトミー、言語造形などいろいろな分野がありますけれども、その中で最もその核となるっていうか、彼の精神科学の最も核となるっていうのは、やっぱりそのシュタイナーのエソテリックなキリスト論なわけです。そのキリスト論っていうものと直で結びついてる。それの現代版っていうか、その延長となっているのが、私たちに今突きつけられているこの大きな課題。私たちがシュタイナーという存在、大先輩、そのような非義参入者なしに、彼がいないにもかかわらず、私たちがその課題、そのエーテル界におけるキリストの出現というものを、その謎を解き明かしていく。それが完全にはできなくても、それに向かっていく。で、それから目を離さない。それから意識を離さない。それがいかに重要であるかっていうことを忘れない。それが本当に重要だと思うんです。やっぱりアントロポソフィーの精神科学のいろいろな分野がありますけれども、やはりそれが昔のように発展してきていないっていうのは大変重要なそのシュタイナーの予言内容、私たちの生きている今現代に直で関係している。そしてその未来、私たちの子供とかが生きていく、子供や孫が生きていく、その時代に直結していくような内容ですね。で、それらが課題として彼から与えられたにもかかわらず、それがまだ遂行されていない。で、そこが大変大きい問題となっていると私は思うんです。で、それが遂行されていないせいで、やはりいろいろな素晴らしい能力のあるアントロポソフィー学者の方たちの尽力にもかかわらず、アントロポソフィー運動全体が低迷している。そして少しずついろいろな領域が弱体化してきている。その原因がそこにあると私は思うんです。第二のゴルゴタの秘儀っていうことですから、その出来事というのは時代を本当に全く変えてしまうぐらいの衝撃的な出来事なはずなんですね。ゴルゴタの秘儀は本当に人類にとって大きな境目であったんですね。で、それの第2弾っていうか、そういう言い方を彼をしているところを見るとですね、いかにこのエーテル界におけるキリストの出現っていう言い方もしているんですけど、この第2の新しいキリストの出来事、ちょうどですからその第二次世界大戦、太平洋戦争の頃の地球ですね、人類。その頃に私たちが体験したこと、それによって私たちはその前と全く違う意識を持つようになるっていうことなんですよ。で、その意味があまり真剣に受け止められてきていなかったんじゃないのかなと私はすごく思っているんですね。で、もちろんこれはアントロポソフィー運動に託された課題だと私は思っているんですけれども、でもこれはやっぱりこれからの人類の未来にとって大変大きい意味を持っていることだと思うんですね。ですので、これをこのままおざなりにしていくわけにはいかないと私は思うわけです。